皆さん、今日はドイツのフランクフルトに来ました。フランクフルトへようこそ。今回はフランクフルトの観光スポットやフランクフルトの伝統的なグルメを紹介します。グーテは1749年8月28日この家で生まれた。妹のカニエリアと一緒に彼は家庭教師から様々な科目について学んでいた。ラテン語、ギリシャ語、フランス語などの言語だけではなく、自然科学やいくつの楽器も習っていた。そしてこのビデオで若きラナの悩みを書いてヨーロッパ中に有名になった。彼はこの家で幼少期と青年期の大部分を過ごし、1775年にザクセン・バイマー・アイゼナハの太閤後継者カール・アウグストの招きでバイマーへ行くまで過ごしました。グーテは両親の家で、特に詩人の部屋のスタンディングデスクの上で印象的な食作品を創作しました。その中には鉄の手のグッツ・フォン・ベアリヒンゲン、クラビー号、ファウスト第1項などもありました。そして彼を一夜にして世界的に有名にした若きベアテアの悩みも含まれています。優雅に装飾された2階は一家の祝い事や重要な来客の接待に使われていました。この部屋の絵画や蔵書はグーテの父ヨハン・カースパー・グーテによって収集されました。ほぼ全知識分野にわたる約2000冊の蔵書で、グーテの父は学問に専念し、またグーテ自身もこの環境下で様々な刺激を受けました。この部屋の中央にはビルヘルム・マイスターの演劇的使命の描写で有名になった人形芝居のケース、キャビネットが置かれています。これは4歳のグーテへ彼の祖母から贈られました。そしてフランクフルトといったらここ、ルーマーベアグ。ルーマーベアグの建築は伝統的なドイツの中世の街並みを反映しています。木組みの家々や石畳の道など中世の雰囲気が色濃く残っています。ルーマーという名前はこの広場に面して立つ市庁舎ルーマーから来ています。この建物はかつてフランクフルトを統治していた市議会のメンバーである商人家族の名前にちなんで名付けられました。金融都市フランクフルトの近代的な街並みとは対照的な雰囲気の場所ですよね。この日は消防の日ということで消防関連のイベントが開催されていました。旧ニコライ教会の塔から消防士がスルスルと移動中。ルーマーベアグ、高層ビル群、そして消防士という絵面が面白いですね。クリスマスにはこのルーマーベアグでクリスマスマーケットも開かれますよ。ちなみにフランクフルトと合わせてどこかへ行きたいと考えている方へのおすすめはこちら。いずれも電車で片道約1時間から2時間以内の移動距離です。
車で行ける片道2時間以内のおすすめはこちら。ライン川沿いの街は夏が特に素敵ですよ。そして広場の横を通ってやってきたのはカイザードームザンクトバートロメウス。大聖堂への入場は無料ですが、塔に登るのは有料。塔の上からはフランクフルト市内の景色を一望することができます。高層ビル群に先ほどのルーマーベアグ、そしてこの後行くマイン川とその上に架けられたアイゼーナーシュテーグも。高所系の観光スポットにはマインタワーも挙げられますが、日中の眺めは立地的に大聖堂の塔からの方が面白いかもしれません。マインタワーは遅くまでやっているので、ホテルを近くで予約して夕食後にフランクフルトの夜景を楽しむというのもきっといい旅の思い出になりますよ。ちなみにこの塔へ登るには328段の狭い階段を登る必要があるため、登る方は少々体力的な面で覚悟しておく必要がありそうです。そして肝心の大聖堂の内部へ。カイザードームザンクトバートロメウスは主にゴシック様式の教会。16世紀から18世紀にかけて神聖ローマ帝国時代の皇帝選出と戴冠式の舞台として重要な役割を果たしました。この大聖堂では10人の皇帝が戴冠し、歴史的な意義が非常に大きい場所です。そのため大聖堂はカイザードーム、皇帝の大聖堂とも呼ばれています。入り口には以前ヘルシンキの動画でも話したイエス・キリストと泥棒2人の像。よく見ると罪を反省した方は縄が解かれ、反省していない方はきつく縛られたままですね。それでは近くのレストランでランチタイム。このグリューネゾーセという料理はハーブとサワークリームをふんだんに使った料理。見た目は面白いですが、サワークリームの味が強いので少々好き嫌いが分かれそうです。あと冷たい料理なので夏向きですね。変わった伝統料理に挑戦したい方はぜひ試してみてください。マークはターフェルシュピッツ。これはオーストリアの伝統料理。お肉は牛肉の腰あたり尻尾の近くを使用します。このあたりは脂肪も少なく、ゆっくり煮込むことで非常に柔らかい肉にすることができるんだそう。野菜もたっぷりでいいですね。そして食後のデザートは大聖堂の真横のカフェ。私たちの目当てはフランクフルトを代表する伝統的なスイーツ、フランクフルタークランツ。バタークリームがふんだんに使用され、外側にはキャラメリゼしたナッツがまぶされた個人的にドイツで一番好きなスイーツ。隣の席のドイツ人のおじさま方に日本では食べられないよねと言われたのですが、実は日本のユーハイムで売られているユーハイムクランツでも似た味を体験することができます。通常のフランクフルタークランツはユーハイムクランツ同様、花は王冠のような形で中世に行われた戴冠式に由来しています。クランツの上には砂糖漬けしたチェリーを乗せ、王冠の宝石を表しています。カフェハウスゴールデーネバーゲのフランクフルタークランツ。通常のフランクフルタークランツ。フランクフルトへ来る方はぜひフランクフルタークランツを試してみてください。このカフェでは飲み物はテーブルで注文、ケーキはレジで注文するスタイルです。ちなみにフランクフルトはアッフェルバイン、リンゴのワインも有名。レストランでも飲めますが、私たちは瓶で購入。味はリンゴの酸味が際立つ辛口でドライな風味が特徴です。
甘くないね。まあね、割と甘くないね。多分初めて飲む人には、苦手な人もいるかな。その場合は炭酸水で割ってもいい？多分大丈夫。ヘッセン州には、そのまましか飲んじゃいけないよと言ってる人もいるけど、味に慣れたい場合は、炭酸水入れてもいいよ。アッフェルワインショーレだね。それは言えるかもしれないけど、アップルワインの場合は、確か、ゲシュプレッツァアップルワインになってる。知らなかった。みんなもトライしてみてね。そしてお次はアイゼーナーシュテーグ。アイゼーナーシュテーグは1868年に建設されたマイン川を渡る歩道橋です。この橋は第二次世界大戦の最終日にドイツ軍によって爆破されましたが、1946年に再建、1993年に完全に改装されました。歴史的な背景を知らなければ、単なるフランクフルトの中心部とザクセンハウゼン地区を結ぶ歩道橋ですね。隣の橋から高層ビル群のあるビリー・ブラント広場に向かいます。ユーロスカルプチャーは欧州中央銀行の本部ビルすぐ近くに設置された金融街の象徴的な存在。2001年のユーロが導入される前後の時期に作られました。12個の星は EU の旗に描かれている12の星と同じくヨーロッパの統一を象徴しています。フランクフルトの観光スポットは街の中心にまとまっているので街歩きにぴったり。もしホテルに泊まるのであればグーテシュトラーセ周辺がおすすめです。主要な観光スポットが近く、高級ブティックが立ち並ぶ落ち着いたエリアです。逆にフランクフルトの駅前のバンホーフスピアテルはドイツでも治安があまり良くないエリアとして有名。レストランやバーも多いですが、少々治安が気になるのでおすすめはできません。フランクフルトはヨーロッパでも国際線のハブとして機能している街なので訪れる方も多いと思いますが、人で混み合う大きな駅周辺はスリが多いので荷物から目を離さず、日本とは治安が別物だと念頭に置いて最大限に旅行を楽しんでくださいね。さて、フランクフルトの旅はここまで。次回はドイツハンブーグの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。